休日に作ってほしい夢のようなスープスパゲッティです。皆さんこんにちは。今日はパスタを茹でない、パスタソースのいらない、野菜をたくさん使って材料を入れて煮るだけのフライパン一つでできる一品です。タンパク質も入ってオメガ3脂肪酸も取れる。そして何よりも野菜のうまみが絡んだパスタがとても美味しい、まさに夢のようなスープスパゲッティです。ハッピーベジスープはスープで健康と幸せをお届けしたいと思っています。では作っていきましょう。今日は玉ねぎ、トマト、セロリ、パプリカ、ピーマンで作りますが、セロリがなければ玉ねぎを増やしたり、パプリカがちょっと高いなと思ったらピーマンだけでも大丈夫です。そんな時は人参を加えてもいいですね。今日はこんなパプリカを見つけました。極甘と書いてあるので出来上がった時が楽しみです。野菜はトマトは1センチ角くらいに切り、あとはみじん切りにします。みじん切りにすることによってパスタとの絡みもよく、パスタソースを使っていないのに野菜たちが短時間でソースに変身するのです。玉ねぎ1/2の1個をみじん切りにします。この季節の玉ねぎはみずみずしく、いい具合に水分が出て、このスープスパゲッティには欠かせない野菜です。トマト1個は1センチ角に切ります。皮も種もそのまま使います。セロリは1/2の1本です。今日はみじん切りにするので筋を取らなくても大丈夫です。セロリの葉っぱは茎より栄養価がとても高く、葉っぱの部分のベータカロテンは茎の2倍含まれています。血液をサラサラにして血栓を防ぐ効果のあるピラジンも葉に特徴的に含まれているそうです。私はいつも葉っぱの部分を野菜だし、ベジブロスやボーンブロスに使っています。セロリの葉っぱを入れると香りがぐんと良くなり、なんだか幸せな気分になるんです。セロリの好気成分にはストレス緩和、イライラを抑えて精神を安定させる効果もあるそうです。納得ですね。セロリ独特の香りが好きな人は茎とともに葉っぱの部分もみじん切りにして加えてみてください。パプリカ、ピーマンを合わせて 200g みじん切りにします。最初に申し上げたようにピーマンだけでも大丈夫ですし、逆に赤パプリカ1個を丸ごと使うのもいいと思います。切った野菜すべてをフライパンに入れます。スパゲティは 100g 用意します。細めのものがいいです。仕上がりも早いし、野菜と絡みやすいので食べやすいように思います。大きなフライパンならそのまま入りますが、入らない場合は半分に折ります。その方が食べやすいですよね。今日はオイルサーディン1缶も使います。この缶汁を加えます。イワシは後から加えるので置いておいてくださいね。この缶汁にはイワシのうまみとイワシから流れ出たオメガ3脂肪酸も含まれています。大事に使っていきましょう。オリーブ油大さじ1を回しかけます。お湯を沸かして熱湯を 400cc 加えます。水ではなくてお湯にしてくださいね。パスタがお湯の方がいい具合に仕上がります。塩を小さじ2/3全体にパラパラと振りかけます。蓋をして中火にかけましょう。5分ほどしたら蓋から湯気が出てくると思います。一旦蓋を開けてパスタがスープに浸かっているか確認して少し混ぜて蓋を再び戻します。中火より少し火を小さくしてあと10分ほど煮ていきます。パスタがいい感じに出来上がってきました。イワシを加えて温め、塩が足りなければ最後に味を確かめて加えましょ
胡椒を入れたら出来上がりです。パスタソースもいらないこのスープスパゲッティにやみつきになると思います。スパゲッティを茹でていないので野菜の甘みを吸い込んだ麺がとっても美味しくて、出来たてはスープスパゲッティなんですが、残ったものは麺がスープを吸い込んでただのスパゲッティになってしまいます。でもそれはそれで美味しいです。オイルサーディンがいいアクセントになっていて満足感も広がりますよ。野菜がたっぷり取れて、イワシからタンパク質も良質の油も取れるのが嬉しいですよね。最後まで見てくださってありがとうございます。ゴールデンウィークの後半のお休みに作っていただけたら嬉しいです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。